北海道ローカルグルメの世界へようこそ。北海道のグルメといえば海鮮丼、ジンギスカン、ラーメン、どれも最高ですよね。でも観光ガイドに載っている有名店だけが北海道の味じゃありません。実は私たち道民が日常的に通い、生活の一部として愛してやまないローカルチェーン店こそが本当のソウルフードなんです。全国区の有名店にも負けない圧倒的なクオリティ、地域に根ざした歴史、そして何よりここに行けば間違いないという絶対的な安心感。今回はそんな北海道民の胃袋をがっちり掴んで離さない珠玉のローカルチェーン10選を一挙にご紹介します。地元の人に混じって鉄板を囲んだり、カウンターで極上のネタになったり、この動画を見終わる頃にはあなたもきっと北海道の通な楽しみ方を知りたくなって航空券を予約したくなっているはずです。それでは北海道愛をたっぷり込めてお届けします。1軒目いきますよ。まず最初にご紹介するのは、札幌でお好み焼きといえばここ風月です。1967年、札幌のわずか3坪のお店からスタートした風月。実は北海道にまだお好み焼き専門店がほとんどなかった時代に、その魅力を広めた先駆者なんです。今では札幌市内を中心に展開し、札幌市民なら誰もが知る定番のソウルフードになりました。風月のこだわりは何といっても徹底した北海道食材への愛。生地に使う小麦粉、卵、キャベツ、長芋までそのほとんどが道産。鉄板の上でふっくらふわふわに焼き上がります。そこにキッコーマンと共同開発したスパイシーなオリジナルソース、味の素と作り上げた特製マヨネーズをたっぷりかければもうたまりません。一口食べれば濃厚なソースの香りと生地の甘みが口いっぱいに広がって、思わず笑みがこぼれてしまいます。さらに風月の隠れた名物がオリジナル麺の焼きそば。もちもちの太麺にソースがしっかり絡んで、お好み焼きとのセットはまさに鉄板の黄金コンビ。自分たちで焼き上げる楽しさも風月の大きな魅力。家族や友達と鉄板を囲む、そんな温かい時間が50年以上にわたって札幌市民に愛され続けている理由なんです。今日風月行かない？この一言でみんなが笑顔になる、まさに体験と食がセットになった札幌市民が愛してやまないエンターテインメントレストランです。三好の札幌。さあ次に登場するのは札幌市民の心の友、餃子とカレーの店、三好野です。大正時代にたぬき工事で産声を上げた大衆食堂三好野から始まったこのお店。1945年、昭和20年にはたぬき工事2丁目で甘味処の営業を始めます。ここの店舗は年季入っていますよね。そして今や札幌を中心に道民の胃袋を支え続ける唯一無二の老舗ファーストフードとなりました。三好野の最大の食の魅力、それは何といっても餃子とカレーの融合です。そんな組み合わせと驚く方もいるかもしれませんが、これはもう笑っちゃうほど合うんです。私のお気に入りは餃子とカレーも単体で両方楽しめる三好のセット。自社工場で作られる餃子は皮が薄めで程よい具が入っています。まさに一口で一番美味しく食べられるバランス。野菜の甘みとお肉の旨みがギュッと詰まっていて、何個でもいけちゃう軽やかさ。そこに合わせるのは独自のスパイスが効いた、どこか懐かしくも奥深い味わいの特製カレー。
この2つが口の中で合わさった瞬間、新しい美味しさの扉が開きます。そしてここで体験してほしいのが三好流のクイック&ライブ感。お店に入って注文すればあっという間に熱々のセットが目の前に。カウンター越しに聞こえる餃子を焼く音やカレーを装う活気のある風景。このスピード感こそが忙しい合間にエネルギーをチャージする道民の日常のワンシーンなんです。さらにお店で食べるだけじゃない楽しみも。スーパーで売られているチルド餃子も道民の家庭の味として定着しています。お店でのライブ体験とお家での安心の食卓、どちらも三好野が提供する北海道の幸せな風景です。一度食べれば癖になるこの不思議な魔力。札幌に来たらまずは黙って餃子カレーを書き込んでみてください。あなたも一瞬で三好野の信者になっちゃいますよ。札ドラ。さて次はちょっと変化球。北海道の街中で誰もが一度は見たことのあるあの青い看板。ドラッグストアの枠を大きく超えた道民のインフラ、札ドラです。札ドラの凄さ、それは地域に根ざした小売業でありながら、中身はまるで最先端のハイテクベンチャー企業のような存在であること。 DX、 つまりデジタル化を爆速で推進していて、特に公式アプリの完成度には正直驚かされます。実際に使ってみるとわかるんですが、 UI、 つまり使い心地がとにかく優秀。日本の大手ショッピングモールのアプリと比べても、そのスムーズさと直感的な操作感はまさに別次元です。買い物という日常体験を IT の力でここまで楽しく便利に進化させている。札ドラはスマートな北海道を象徴する企業なんです。そんな札ドラが技術と同じぐらい情熱を注いでいるのが地元食のプロデュース。中でも絶対に外せないのが累計販売本数2600万本を突破した大ヒット商品、札ドラ超炭酸水。たかが炭酸、されど炭酸。北海道の天然水を使ったこの刺激は一度飲むと他の炭酸水には戻れないほど強烈なんですが、実はこの一本に道民の夢が乗っているんです。なんとこの超炭酸水シリーズの売り上げの一部は北海道大樹町の宇宙開発ベンチャーインターステラテクノロジーズで寄付されています。私たちが日常的に喉を潤すことで北海道から宇宙へ飛ぶロケットモモの開発を支援できる。お買い物という食の体験がそのまま未来を作る体験につながっているんです。さらに今話題なのが余市クラフトチューハイの3兄弟。果物の名産地余市産の果汁をなんと 15% も使用。フレッシュなリンゴ、芳醇な香りのブドウ、そして上品な甘みの洋梨。アルコール度数は 3% と軽やかで、小樽の醸造所で丁寧に作られたまさに北海道を飲む体験ができる一本です。最先端の IT を駆使しながらも、その根底にあるのは北海道をもっと楽しくしたいという熱い郷土愛。店舗に行けば最新の便利さと地元の美味しい発見が同時に手に入る。しかもドラッグストアなのに食品に力を入れている店舗もあって、すごく安いんです。札ドラは私たちの暮らしをワクワクさせてくれる北海道の未来型ドラッグストアです。松尾ジンギスカン。次にご紹介するのは、道民ならこの香りだけで白飯が3杯いける、いや DNA が騒ぎ出すあの名店、味付けジンギスカンの絶対王者松尾ジンギスカンです。創業は1956年、北海道
空知地方の滝川市で誕生しました。当時は羊肉特有の癖が敬遠されがちだった時代、そんな中、創業者松尾正治さんが試行錯誤の末に生み出したのがあの秘伝の漬け込みだれです。リンゴや玉ねぎの絞り汁、そこに生姜と醤油、天然素材だけで作られたタレに漬け込むことで、お肉は驚くほど柔らかく旨味たっぷりに。これはもう北海道の食文化を変えた発明と言っても過言じゃありません。そして松尾ジンギスカンといえばあの独特の鍋、実はこれ焼くと煮るのハイブリッドなんです。盛り上がった中央で肉を焼き、その肉汁と秘伝のタレが流れ落ちた周りの溝で野菜を煮る。最後は旨味が凝縮されたタレにうどんやお餅を投入。これこそが最後の一滴まで味わい尽くす松尾ジンギスカン流の極意。正直道民にとってジンギスカンはどちらかというと家で食べる料理。でも松尾ジンギスカンに行ったことがない人が実際に食べてみると、その美味しさに気づいて必ず満足して帰っていく。70年以上愛され続けながらも今なお進化を止めない松尾ジンギスカン。新千歳空港でも気軽に味わえるので、北海道に来たらぜひ一度本場の味付けジンギスカンを体験してみてください。回転寿司根室花丸、今日も多くの人を虜にし、平日でも行列ができるのがここ回転寿司根室花丸です。北海道の回転寿司といえば必ず名前が挙がる超人気店ですが、そのルーツにあるのは日本最東端の漁師町根室の圧倒的な魚へのプライドなんです。根室はまさに海の宝庫。カニ、イクラ、ホタテ、一年を通して新鮮な海産物がこれでもかと水揚げされます。創業者の清水社長はこの魚の町根室の看板を背負って店を始めました。根室の魚は美味しい、その評価が巡り巡って故郷のブランド価値を高めていく。そんな地元への熱い思いこそが花丸の原点なんです。見てください、このボリューム。花丸の代名詞といえば何といっても2階建てホタテ。シャリの上にプリップリのホタテがなんと2枚重ね。口に入れた瞬間、濃厚な甘みがとろりと広がり、噛むたびに磯の香りが鼻を抜けます。これ一度食べたらもう普通のホタテには戻れません。さらに花丸の楽しみといえば本日のお品書き。毎日手書きされるそのメニューには根室直送の赤ホヤやタラバガニの卵、外子など他ではなかなか出会えない希少なネタが並びます。根室から直送だからこそ出せる鮮度、そのこだわりが地元の常連さんはもちろん観光客、そして今では東京の人々までも行列に並ばせる理由なんです。活気あふれる店内で職人さんの手さばきを眺めながら旬の恵みを頬張る。それは根室という街の豊かさをそのまま体感する時間。北海道に来たら、北海道の心を味わいたいならぜひ一度のれんをくぐってみてください。そこには漁師町の情熱が詰まった最高の一皿が待っています。勝徳。北海道で一番好きな回転寿司はと聞かれて、多くの人がその名前を挙げる名店トリトン。でも皆さん知っていましたか？そのトリトンを運営する北一食品がお寿司と同じぐらい情熱を注いでいるとんかつ専門店があることを。それが今回ご紹介するこだわりとんかつ勝徳です。勝徳のルーツはトリトンと同じオホーツクの町北見市にあります。1982年、北見で小さなお弁当屋さんから始まった歴史は、まさに北海道で一番美味しいものを提供したいという飽くなき挑戦の歴史でもありました。お寿司で培った
素材を見極める確かな目と、地域の人々に愛されてきたおもてなしの心、その両方を注ぎ込んで誕生したのがこのカツ徳なんです。見てください、この芸術的な黄金色の衣。厳選された柔らかな豚肉を生パン粉でふんわりと包み、熟練の職人が絶妙な火加減で揚げ上げます。サクッとした軽い食感の後、口の中に広がる肉本来の甘みとジューシーな肉汁、まさに至福の一口です。さらにここで忘れていけないのが、さすがトリトンの姉妹店と言わしめるシーフードのクオリティ。特に大きなエビフライや旬の魚を使ったフライは、水産のプロフェッショナルならではの鮮度とボリュームです。とんかつ屋さんに来たのに魚のフライのうまさに驚いたという声も多いんです。さらに嬉しいのが細やかなサービス。ご飯はつやつやの白米か五穀米、お味噌汁は具沢山の豚汁か日替わりから選べるんです。シャキシャキのキャベツ、そして炊きたてのご飯、これらがおかわり自由という太っ腹さも食いしん坊な道民から愛される理由の一つですね。トリトンでお寿司もいいけど、今日はがっつり最高級のカツオ。北見で生まれ、札幌でも不動の人気を誇るカツ徳。一度食べればお寿司だけじゃない北海道の食の厚さにきっと感動するはずです。とんかつ玉藤。そして札幌のとんかつといえば、ここは外せないチェーン店、とんかつ玉藤。その歴史の始まりは昭和27年、札幌に現存するとんかつ専門店としては最高クラス。創業者寺島源次郎さんが当時まだとんかつ店が少なかった札幌の地にのれんを掲げました。掲げた看板はうまいとんかつ一筋。その職人の精神は時代を超えて今もなお受け継がれています。かつてはラードで揚げていた玉藤、現在は時代の流れに合わせ植物油 100% の特製油を使用しています。それでも昔ながらの本物の味を守る姿勢は変わりません。玉藤のうまさの秘訣は目に見えない手間と時間にあります。お肉はチルド状態のまま18日以上、状態によっては30日近くかけて行われる低温熟成。この工程によって驚くほど柔らかく、そしてジューシーな肉質へと仕上がります。その厚さおよそ2センチ。この肉を包み込むのは特注のパンを店舗で寝かせ、粗くメッシュに通した自慢の生パン粉。そして揚げるのは熱伝導率に優れた直径60センチの巨大な銅鍋。職人が一枚一枚音を聞き分けながら絶妙な火加減で丁寧に揚げ上げていきます。さて、常連客の間で密かに語り継がれている存在があります。それが裏メニューのカツ丼。玉藤は本来揚げたてのサクサク感を味わってもらうため定食スタイルが基本ですが、一部の店舗や条件が揃った時だけこのカツ丼が姿を現します。熟成された自慢のとんかつに秘伝の出汁が絡む。それは定食とは全く違う表情を見せる、まさに至極の一杯。メニューに見当たらなくても聞いてみる価値はあります。選べる3種類の炊き込みご飯、こだわりの味噌汁、その全てと共に楽しむ贅沢なひととき。札幌最高クラスの老舗が送る熟練の技。今日もまた香ばしい香りに誘われて多くの人がそののれんをくぐります。とんかつ玉藤、変わらないうまさがここにあります。素揚げ。
ゴロゴロと大きな野菜が串に刺さって並ぶこの独特のビジュアル。札幌スープカレー激戦区において今や迷ったらここと言われるほどの人気店、それが素揚げです。その始まりは2007年、札幌すすきの雑居ビルの一角にあったわずか17席の小さなお店からスタートしました。すでに数多くの名店がひしめいていたスープカレー界に素揚げが持ち込んだのは、その名の通り素揚げという魔法。素材本来の味をもっとダイレクトに楽しんでほしい、その思いから野菜は煮込まず高温の油で一気に素揚げ、旨味をギュッと閉じ込めるスタイルを確立しました。さらに野菜を串に刺すことで食べやすさと見た目の楽しさを両立。このアイデアが女性や観光客の心を一気につかみます。素揚げの命とも言えるのがこの自慢のスープ。玉ねぎをじっくり炒め、数種類のスパイスを独自の配合でブレンド。驚くほどコクがあるのに後味はすっと軽い。そこに加わるのが注文を受けてから揚げる契約農家直送のじゃがいも、インカの目覚めや季節の野菜たち。外はカリッと、中はホクホク。素揚げされた野菜の甘みがスパイシーなスープと出会う瞬間、それはまさに至福のひとときです。そして忘れてはいけないのがライスへのこだわり。栄養価の高い赤米をブレンドしたライスに好みでレモンを一絞り、スープに浸して食べるその一口が野菜の旨味をさらに引き立ててくれます。今や札幌だけでなく東京、そして世界へと広がる素揚げ。それでも変わらないのは素材を信じ、その良さを最大限に引き出すという姿勢。一本の串に込められた北海道の恵み。あなたもその一滴まで味わい尽くしてみませんか？十勝豚丼一品。北海道グルメで絶対に忘れちゃいけないもの、それが十勝帯広が生んだ最強のソウルフード、豚丼です。しかも今回ご紹介するのは道民なら誰もが知るあのタレのプロが手掛ける名店、十勝豚丼一品です。ここでおやと思ったあなた、かなりの北海道通ですね。そう、一品を運営しているのはジンギスカンしゃぶしゃぶのタレでおなじみ空知。本拠地は空知地方の芦別市なのに、十勝名物の豚丼専門店を出しちゃう空知が十勝豚丼。道民的にはちょっと違和感ありますよね。でもこのフットワークの軽さと美味しいものには本気という姿勢、そこが一品の面白さなんです。お店に一歩足を踏み入れた瞬間、鼻をくすぐるのは香ばしい炭火の香り。厳選された国産の豚ロースを職人さんが炭火で一枚一枚丁寧に焼き上げています。その秘密が焼きながら何度もタレを重ねる重ね焼き。もうこの時点で優勝ですよね。一品の豚丼はとにかくタレが主役。創業70年以上のタレや空知が素材の風味を生かすため、あえて非加熱で仕上げ低温熟成させた自慢の生タレを使用しています。甘辛くて深いコクなのに後味は驚くほどすっきり。炭の香りをまとったジューシーな豚肉にそのタレが絡み合い、ツヤツヤの北海道米にじゅわっと染み渡る。丼の蓋を開けた瞬間のあの光景、あれはもう芸術品です。さらに嬉しいのがお肉のカットサイズやタレの量を自分好みに調整できること。帯広の本店はもちろん札幌市内でもこの本場の味が楽しめるのはありがたいですよね。タレ屋が本気で作った一本勝負の豚丼。北海道に来たらこの香ばしさと旨味の極致をぜひその舌で確かめてみてください。一度食べたらあなたもきっと一品の虜になりますよ。マスヤ。
皆さん、パンはお好きですか？北海道の東側、広大な十勝平野を旅するなら絶対に外せない場所があります。それが地元でますやパンの愛称で親しまれている老舗、ますや商店です。帯広に住んでいて、ここのパンを一度も食べたことがない人はいない、そう言われるほどこのお店は地域の暮らしに深く根ざしています。その歴史は戦後間もない昭和25年、初代杉山健一さんがのれんを掲げたのが始まりでした。店名のますやは初代のお母様の名前から一文字取ったもの。そのエピソードだけでなんだか心がほんと温かくなりますよね。でもますやパンはただの歴史あるパン屋さんではありません。ここには世界に誇れる大きなこだわりがあります。それが十勝産小麦 100% のパン作り。実は日本一の小麦の産地十勝でも、かつてパンに使われていたのはほとんどが外国産小麦でした。そこに疑問を抱いたますや、地元の人に地元の小麦を食べてもらいたい、その思いを胸に20年以上の歳月をかけて十勝産小麦 100% のパン作りを実現させたんです。今では小麦だけでなく砂糖、酵母、そして具材に至るまで可能な限り地元産。これは世界的に見ても本当に稀な取り組みなんですよ。十勝産小豆がぎっしり詰まったあんパン、揚げたてサクサクのカレーパン、どれを選んでも外れなし。それがますやパンです。そしてもし時間に余裕があるなら、ぜひ足を運んでほしいのが旗艦店の麦音。単独のパン屋としては日本一の敷地面積を誇り、その広大な庭にはなんと本物の小麦畑まであるんです。黄金色に揺れる畑を眺めながらテラス席で焼きたてのパンを頬張る、これ以上の贅沢なかなかありませんよね。2030年には十勝をパン王国にしたい、そんな熱い夢を胸に、今日も美味しいパンを焼き続けるますや商店。地元の人の笑顔の源であり、十勝の豊かさを一口で教えてくれる存在。まさに北海道の宝物のようなパン屋さんです。北海道民が愛してやまないソウルフードとローカルチェーン10選、いかがでしたか？実はこの動画第2弾なんです。まだまだあの店もあったとか、これも外せないでしょなんて思い浮かぶご当地チェーンがたくさんありますし、皆さんからのリクエストも続々いただいています。この調子だと第3弾も出ちゃいそうですね。全国的に有名なグルメももちろん最高です。でも地元の人たちが日常的に使い、生活の一部として愛し続けているお店、そこにこそ北海道の本当の温かさや食に対するまっすぐな情熱が詰まっている。私はそんな風に感じています。今回ご紹介したお店はどこも北海道の風土や歴史を大切にしながら、私たちの胃袋と心を支えてくれる宝物のような存在ばかりでした。皆さんは今度北海道に行ったらここだけは絶対に食べたい、そう思ったお店はどこでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。地元の方からの私の推しメニューはこれという熱い書き込みも大歓迎です。このチャンネルではこれからも北海道の魅力をガイドブックより少し深く、地元目線でたっぷりとお届けしていきます。北海道の美味しい情報をもっと知りたい、そう思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価のグッドボタンをポチッとお願いします。あなたの応援が次の動画を作る大きなパワーになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。